はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆうすけです。今日の動画では、頭の中で翻訳しないでっていう話をしていきたいと思います。本当にね、大事なんですよ。もしかしたらね、何人かは、ゆうすけ、翻訳しないとわからないよって言ってる人いるかもしれないんだけど、まあ、間違ってはない。確かにその考え方はわかるんだけど、ただ、みんなが目指すべきところ、みんなが本当は目指しているところにたどり着くためには、頭の中で翻訳することは良くないんですよね。なので、その話を日本語でしていきたいと思います。内容をね、見たい人は英語字幕を使ってみてください。リスニングしたい人は日本語で聞いてみてください。はい。じゃあまず、頭の中で翻訳するなってことなんですけど、これ、まず翻訳って何かっていうことについて話したいと思います。みんなが頭の中でしていること。これね、悪い翻訳の仕方っていうのは、自分の母国語を使うことです。例えば、じゃあみんなが母国語が英語だとして、日本語を聞きました。俺の日本語を今聞いた時でもいい。自分の母国語に一回翻訳して、え、なんなんしているって英語でなんだろうなみたいな。文法は何だろうなとか、そういうのを英語で考えちゃう。良くないんですよ、これが。なんでかっていうと、別に最初の段階はいいんだけど、ずっとこれをしていると、いつまで経ってもネイティブの会話についていけない。ネイティブの話が全然理解できないんですよ。なんでかっていうと、もう一瞬で理解しないといけないからね。当たり前なこと言ってるんだけど、ただ結構これを理解してないっていうか、なんか意識できてない人が多くて、みんな母国語で考えてみてほしいんだけど、みんなさ、母国語で喋る時にさ、その、相手が何かを言ったことをさ、別にめっちゃ集中してるわけじゃないけど、どんな意味かなみたいなのはわかるじゃん。で、あ、こういうことが伝えたいんだねってわかると思う。これは意味にすごく集中してるから。なんだけど、その意味にすごく集中できるためには、単語を一瞬で理解できる。理解しようとしなくてもね、無意識でその単語を聞いてイメージが湧き上がるとか、あとは文法にも慣れてる。いちいち文法を自分の母国語で考えなくてもいい。特に語順がね、語順が特にそう。日本語と英語って語順が逆じゃん。日本語だったら、例えば、私はサッカーをします。でも、英語だったら、I play soccer。もう、プレイとサッカー、逆っていうね。つまり何が言いたいかっていうと、この語順にね、ある程度慣れる必要があって、リスニングした時にそれを一瞬で理解する必要があるんですよ。だから、頭の中で一回一回、例えば、私はサッカーをするって言って、私は後ろから呼んで、するサッカーをみたいな感じで英語で訳す。それはもうついていけない会話がね、もう一瞬で来ちゃうから。みんなが目指す状態っていうのは、私はサッカーをしますって聞いた瞬間に、ああ、私はサッカーをしますってだけで理解できるっていう状態。これを目指してほしい。でもね、この状態に行くのって結構大変です。どうやって行くかっていうのもいろんな方法があるんだけど、本当にリスニング上手になりたい人とかは、まあ、今から言う方法をやってもらえたらなって思います。あとは、ちょっと方法を説明する前に、スピーキングとか、会話をね、みんなやりたいって人いるかもしれない。もしかしたらね。でも、会話ってさ、相手が何を言ったのかを先に聞かないといけないじゃん。先に相手が何か言ったのを聞いて、なんて言ったのかを聞いて、で、それを自分の思いを作って、で、言葉にして返すっていう。リスニングが前提なんだよね、会話って。だから、俺は結構リスニングをみんなに先にね、マスターまではいかないけど、めっちゃレベルを上げて欲しいと思う。めっちゃ聞こえる状態にして欲しいなって思います。はい。で、具体的な方法なんだけど、一瞬で処理できないっていう原因を探して欲しいんですよ。はい。ぜひね、認知負荷理論っていう動画見てほしいんだけど、本当に俺ね、この認知負荷理論が大好きで、人間って
一瞬で処理できないのは処理できないんですよ。どういうことかっていうと、例えば、難しい言葉が2つあったりするじゃん、文章の中にね。そしたら、このわからない2つの単語に気が取られちゃう。で、残りの文章とかも、一応聞いてるけど、なんて言ってるのかわからないとか、っていう状態になっちゃうんですよ。なんでかっていうと、そこのわからない単語に頭が集中しちゃって、めっちゃ負荷がかかっちゃう。頭にね。認知の負荷がかかっちゃう。だから、認知負荷理論っていうのは、理解するとき、話を理解するときとかは、できるだけ負荷がかからない状態を作ると、スッて入りますよっていう。逆に、負荷がかかってしまうと、頭がいっぱいいっぱいになっちゃって、残りの文章に集中できないとか、全体の文の意味を推測しようっていう時間もなかったりとか、っていう現象が起きちゃいます。This is a quick head. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. なので、この認知負荷理論にのっとると、一瞬で処理できるようにするのが一番いいんですよ。もうそれしかね、方法がないんですよ、リスニングっていうのは。だから、まずやってほしいこといっぱいあるんだけど、まずは、大事なのは、もう毎日日本語を聞くです。これ絶対マストね。絶対マスト。で、この時にポイントがあって、なんか、俺の動画を聞くでもいいんだけど、もし難しいって思うんだったら、他の動画でもいいから、できるだけ自分が理解できる単語とか文法が多いものを見てほしいと思う。そのために実は俺はこの動画に辞書を作ってるんだよね。動画を見たときに日本語の音を聞きながら単語を照らし合わせて、この単語ってこういう意味なんだって単語のね、インプットを増やしてほしいっていう、まあ、俺の狙いがあります。できるだけでも、イマージョン仮説っていうのにのっとると、できるだけその理解可能な、理解しやすい文章を聞くっていうのがいいから、できるだけ簡単なものを見てほしいなって思います。でも、興味がない時とかは、あんまり勉強にはならないけど、日本語でドラマを見たり、日本語でアニメを見たり、映画を見たり、できる限り日本語に聞く時間っていうのをね、増やしてほしいと思います。自分では気づいてなくても、ずーっと聞いていったらいつか大きいものになるんですよ。これね、ことわざで、前動画で話したけど、塵も積もれば山となるっていうことわざ。よく日本人塵積もって言うんだけど、本当に言語の勉強、リスニングってマジで塵積もなんだよね。もうたくさんたくさん地理をどんどん、自分の勉強をどんどん少しずつ詰めていったら、急にいろんなものが聞こえるようになる。いろんな範囲をすでに頭がカバーしてる。頭が慣れてるっていう状態。これを目指したいと思います。はい。だから、その、できるだけね、毎日聞くっていうことをやってほしいと思います。そして、その手前に、本当に結構初心者の方とか、リスニングをこれからね、上達させたいって人に言いたいのは、音読をしてほしいと思います。音読。音読ってめちゃくちゃいい勉強方法で、なんでかっていうと、まず自分の声にするから、まず発音もね、勉強できるっていうのはあるんだけど、語順に慣れることができるんですよ。で、しかも自分のタイミングで。はい、どういうことかっていうと、例えばね、私の動画とかでもし語順が全然慣れてないって人がいるんだったら、それはシンプルに、語順に慣れてないんだけど、その、音読ってさ、ある文章があるじゃん。教科書でもいいんだけど、そこにある文法をまず自分で完璧に理解するんだよね。ここが主語で、ここが目的語で、ここが動詞。みたいな感じで、まず文法を完全に理解する。この助詞がにな理由は動詞の行くを使ってるからだとか、そんな感じでパターンをどん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 覚えて、で、理解した後にその文章をたくさん読んでいくんですよ。そうすると、自分の中にその文法の構造とか、ルールっていうのが当たり前になる。当たり前。音読するときに何回も何回もその文章の意味を理解しながら、理解するっていうか、イメージしながら読むと、それが当たり前になるんですよ。そう。で、リスニングでそういう、明日は俺はって言ったら、あ、明日は俺は
まだこれは主語だから、これから動詞が始まるんだなって頭で無意識になんか予測できるみたいな感じです。これが本当に起きるので、あの、皆さんに伝えたいことっていうのは、いかに音読をして、その頭のね、処理を早くさせるか、リスニングで聞いた時に一瞬でそれを理解できるようにする。で、他のところに認知の負荷を上げれるっていうか、他のところに集中できるかっていうのがすごく大事だと思います。今回結構ね、若干難しかったかな、話が。でも、何を伝えのたいのかっていうと、あの、簡単なのを一瞬で理解できるっていうのがすごく大切っていうのです。リスニングで特に大事なのは、その頭の中で翻訳しちゃうと、もうついていけないので、会話とかに。みんなが本当に目指すべきところっていうのは、もう同じ文章を最初はね、何回も何回も聞いていいから、一瞬で理解できるような状態にして、で、そういう文章をどん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 広げていって、カバーできる範囲を広げていって、で、YouTube とかも常にいっぱい聞いて、どん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 一瞬で処理できるような、一瞬で理解できるような文章の範囲を広げていってほしい。結構なんかね、ゴリ押し。日本語のスラングなんだけど、結構ゴリ押しなんだけど、でも言語って一瞬で急になんか話せる。机でずっと勉強してたから、急に話せるとかならないから、この方法が私はお勧めするので、ぜひ、たくさん聞いて、たくさん理解して、たくさん音読して50になれるとか、そういうのやってほしいかなって思います。はい。今回の動画はここまでになります。皆さんのリスニングがね、上達すればいいと思います。そして、グループレッスンとオンラインレッスン、個人のレッスンの方提供してますので、もし興味がある方は、ウェブサイトの方から予約してみてください。今日の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね